はい、こんにちは。小島漁師浜優と。じゃあ松岡さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、松岡さん、2024サワラ漁、はい、始まりということで、はい、いつもありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。で、実は昨日、はい、沖行ってたんですけど、はい、雨の中行ったのに魚が取れなくて、はいはい、本当は2回目なんですけど、初回の漁ということで、はい、早速行きましょう。行きましょう。レッツゴー。レッツゴー。実は今年高松の FRP 造船さんで船の偽装をしていただきました。ブリッジをねこれだけ広くしました。で後ろから見るとこんな感じで、窓も新品でカッパをかけるとかもついてます。中はこんな感じ。もともとピンクのとこまでしかなかった。少しラブミで窓を拭いて、で外側にはガラクを拭きます。で破れたテントも変えていきます。変えたところのシーンはちょっと取れてなかったです。で中にはマットを引いて、窓にはカーテンを。おしゃれですね。で船ものぼしてペンキもきれいに塗っていただきました。これで船が速くなります。そして大漁を祈願しに20回は通っているコンピラ山へやってきました。コンピラ山の階段は785段で、今回は奥社まで行くんで1368段ですね。頂上まで到着したら大漁祈願です。僕20年間登って初めて奥社の方に行っております。めちゃくちゃ遠い。じゃあ尺稼ぎ長靴を履いて、ライフジャケットも装着。さあ、サワラ漁大漁。行きましょう。大漁だ。魚は金目の一夜干し。一番ビール。出港だ。じゃあエンジンかけて、レーダーつけて、 GPS 魚群探知機もつけて、今回は炊飯器も持ってきております。じゃあはしごを上げて、はしごが風で飛ばないようにくくっていきます。それから表のロープを外して、共に回って友のロープも外すと出港準備は完了です。では港を出ていきましょう。さあ港を出たら漁場へと向かっていきましょう。僕が YouTube を始めて6回目のサワラ漁。果たして今年はどうなるのか、サワラは取れるのか。海に出たらブレッジに移動して操船していきます。何やらニヤニヤしておりますね。これは期待の表れでしょうか。松岡さんと行くのも久しぶりです。ワクワク。港を出てしばらくすると親父の船も出港してきました。向こうの船の方が早いのであっという間に抜かされてしまいます。1時間ほど走って漁場に到着いたしました。そしたらいかりを打って停泊秒泊していきます。まずブレーキをほどいていかりを入れてロープを伸ばしていきます。だいたい水深の3倍から4倍の長さがあれば安心です。じゃあ船を前進してロープを出して、いかりが書いてれば OK。 俺丸入れたで。OK。 はい、じゃあ秒泊できました。網やるまで時間あるんですけど、網やる準備とか他の仕事していきます。それじゃあ網やる準備をしていきましょう。こちらのネットローラー何度も言ってますが550万円、それからエンジンは1000万、今だったらもっと高いかもしれない。でさらに今回の偽装してもらったんもなんと100万以上です。漁師は金がかかります。じゃあ松岡さん、自由時間です。はい、さっきサワラが3匹ぐらい泳げたね。見たよ。おるかもしれません。楽しみ。はい、はい、で今年も清めます。おみきですね。もちろん飲みません。国民宿舎の木下さんにいただきました。開けて、で船を清めます。
大量期間。よし、ちょっとこれ色がね薄くなってきたんで変えます。じゃあ灯台の袋を変えていきます。やっぱね昼に来てもう6時まで待たないといけないので待ち時間ものすごく長いんですけど、船の上でできることとか他でする仕事を船に持ってきてやったりとか、僕だったら編集したりとかもするし、寝たりもするし、自家発電とかもしたりもいろいろですね、漁師によってさまざまな、はい、綺麗になりました、時間を過ごしていきます。で編集したりとか筋トレもしたりとか、それから一広、脇までとかっていう感じにロープを切って、この流し刺し網のフロートを作ったりもします。だいたい10何個ぐらい作りました。こんな感じ。サハラ10万円やって。高松相場キロやば。今年の高松のサハラのご祝儀相場がなんとキロ10万円、年々上がっております。僕も売りたいもんです。はい、じゃあ網やる時間が迫ってきました。で網やってから飯作るとちょっと暗くなるんで、先に飯の準備だけしておきます。で昨日採れたサワラを食べやすく切っておきました。でキッチンペーパー巻いてるんで水もしっかり抜けて旨味が凝縮しています。めちゃくちゃこれキッチンペーパー巻いてたらつくんですよね。スティックにつくみたいにうまそう。じゃあまずサワラ切って、もう皮付きで切っていきます。はい、じゃあ全部切れました。で見てください、このうまそうな断面図、最高。じゃあこちらを皿にのせていきます。この状態で炙っていきます。塩かけるの忘れてた。松岡さんどうぞ。ありがとうございます。いただきます。めっちゃうまい。ほんま甘いね。もう網やらんでいいですか？帰るで当然盛りにしていくので、しそ、みょうが、大量のネギ、生ニンニクがいいけど沖なんでチューブで、しそを刻んで、でみょうがも粗みじん切りして、そしたらサワラを用意して、刻みネギをやでやー。じゃあ松岡さんもお願いします。いきますよ。はいはい、よ山盛りでちょっと広げて、しそ、みょうがでにんにく。はい、というわけで完成しました。昨日取れたてサワラのサワラの森。じゃあこれは網やってから松岡さんと食べたいと思います。楽しみですね。楽しみです。小豆島の漁師 YouTuber 浜ゆいのサワラが大好評発売中。厳選されたサワラのみを使用し、衛生管理抜群の加工場で丁寧に焼き上げ、しっかりと梱包。一つ目が美味しいサワラの森を食べられるセットとなっております。内容量がサワラの1匹半分分と、サービスでまこと白子がついてます。もう一方がサワラのたたきができるものと味噌漬けが2つついております。美味しい瀬戸内海のサワラの味噌漬けが2つと、サワラの約4分の1匹分です。どちらも大満足の1箱となっております。ギフトにも最高です。今年もいかがでしょうか。はい。じゃあいよいよ網やる時間6時になりましたので、網を入れていきたいと思います。先にですね怒りを上げないといけないので、クラッチを入れてブレーキを戻いて油圧のスイッチを入れて、そして油圧レバーを回していきます。
そうすると、クラッチを入れた方の部分だけ回るので、小さい怒り用のドラムが回ります。そしたら怒りが上がってきました。何やらついてますね。ホタテみたいな貝ですね。で、松岡さんに怒りを上げてもらって、僕はいいところに移動していきます。レーダー見ながら。流し差し網では縦に1マイル1852メートルで、横に 0.6 マイル1111メートル開ける必要があります。で、基本的に南から北槍が基本で、やり終わった頃には前の網との距離が300メートルあるので、その間をいろんな船が航行することができます。じゃあ橋の矢印の灯台を入れて、大きいフロートじゃなくて網でしたね。網を入れていきます。それから大きいフロートも入れて、僕の方では油圧レバーを回して裾繰り、バタ繰りとかっていうんですけど、こちらを回していきます。これを回しておかないと大きい太鼓に逆巻きとかして大変です。これ回しててもね、逆巻きすることがあります。そしたらこちらの紐にフロートをくくりつけて、海の中へ等間隔へ入れていきます。等間隔に入れて海の潮に乗せて流すことから流し差し網という名前がついておりますね。流さないやつは普通の差し網とか縦網と言います。で、この作業も簡単に見えるんですけど、やっぱ危険も多いし、バンバン船も通ってるんで、その船とかも見ながら気をつけながらやっていきます。網入れを開始して30分ほど、ようやく終わりが見えてきました。終わりにはシャフトがむき出しになって、いよいよ最後です。じゃあ最後に大きな赤いフロートを入れてほどいて、で灯台にくくっていきます。で、南が青の灯台、北が赤の灯台です。OK です。OK です。じゃあ最後に勇敢に紐を通してエンジンを切ります。じゃあ松岡さん、飯にしましょうか。はい、OK です。サワラです。素晴らしい。で、ノンアルも。素晴らしいね。やっぱビールですね。ですね。で、これに浜一本です。回しかけて、で、今日はちょっと米もあるんで、おにぎり僕が握ります。正解。ご飯開けて手に塩。じゃあ握りましょう。よいしょ。おにぎらずでもいいけどな。入れ物がない。ほらほらほら。入れ物がない。もういい。米がもったいない。じゃあおにぎり添えて、はい。じゃあいただきます。いただきます。じゃあ乾杯。はい、お疲れです。ああ、幸せだ。うまっ。キンキンに冷えてやがる。じゃあこの新鮮なサワラにいっぱい薬味を増しのして、うまそう。お先どうぞ。いただきます。ちょっとニンニクもいただいて。これ。いただきます。うまい。最高。最高。うまそう。いただきます。うわあ、ほんまうまい。うまいよこれ、松岡さん。うまいね。これ案外ね、ネギ多いけどご飯に合うんですよ。うわ、松岡さん握り方上手。いや、これ半分優しさで。優しさな。松岡さんと今年でおいくつですか？僕43です。松岡さんと一緒に最初船に乗った時、松岡さんが38で僕が26と7とか6やでな。あんね。うまっ。
いやー、あいにくの雨です。今7時なんで、とりあえず7時半ぐらいまで待ちたいと思います。はい、じゃあ電気つけて。じゃあいよいよ網を上げていきます。尺稼ぎがパを吐いて、で灯台の方に向かっていきます。で船というか夜はですね、船内が明るいと見えないので電気を消していきます。で灯台が近くにやってきたら後ろで操船して、それを松岡さんが引き上げてくれます。でその後本船にロープをくくって油圧のスイッチ、それから油圧レバーを上げると、こちらの大きなドラムが回っていきます。で最後というか、白受けも上げて、で網が上がってきました。果たして魚はかかっているのか。雨がしんしんと降る中の漁です。初っ端から来ないと厳しいですね。で何も来ないで何もすることがないかっていうと、そうでもなくて、流し差し網なので、この入れたフロートを回収して、でこちらの棒の方にかけていきます。くれども魚が来ない。何も来ないのか。そう思ったその時、こっちだ、一本だ。今もう一回。さあ今年の初物俵が上がってきました。やっぱ漁師にとって初物っていうのはね、すごいいいものです。初物といっても実は前日には行ってるんですけど、その日は2匹で YouTube に載せて、今回が初だから初物ですね。思わず気合が入っていろんな角度から撮ってしまいました。それじゃあサウラを外していきます。でこれめっちゃ簡単そうに見えるんですけど、やってみると案外難しいです。僕だからこそのこのスピード。それじゃあサウラを締めていきましょう。まずエラの下、血管骨の下ですね、そこに傷を入れて尻尾も折る。そしたら流水の中で血抜きをしていきます。こうすることで血が固まらずにしっかりと血が抜けますね。じゃあ続きを巻いていきましょう。まだまだ序盤、チャンスはいくらでも残っております。と思ったらなかなか来ないので、血が抜けたサワラを氷水に入れるために、まず氷水を作って、で氷水ができたらサワラを両手で持って両手で入れていきます。こうした方がね、魚の痛みは少ないです。片手でやる時もあるんだけど、身に負担がかからないようにする加減がわからないとダメですね。じゃあ鈴木がやってきました。前日はですね、鈴木が20のタイが30ぐらいいたんですけど、今回はもう言っちゃいますけど3匹しかいませんでした。でめっちゃ魚が多くて相場も安いので、もう締めて流水血抜きをしておきます。で2匹目のサワラがやってきました。こちらも同じように外してで締めていくんですが、だいたいスピードはこれぐらいのスピード感でやっております。もっとたくさんいる時はもっと速いです。これぐらいでやっていかないと、多い時はとてもじゃないけど仕事が終わらないんでね。でアバの方に何やら光る物体が見えてきました。サワラですね。この網の高さが30メートルあるので、このかかってる位置でサワラがだいたいどこに泳いでたかっていうのが分かります。で結構食い込んでたので、網を切って魚を抜いていく。こうした方が身に対して傷まないです。こちらも同じように締めて流水の中で血抜きをしていきます。水の中で血がたくさん抜けているのが分かりますね。一見グロいんですけど、やっぱ血がね一番に腐っちゃうというか、匂いとかもあるし、鮮度持ちのためには努力は惜しまないようにしております。で箱を開けてサワラも入れて蓋をする。でまたしてもスズキが来たり、それからこちらはボラですね。なんか泳いでたの多分ボラなんですよ。で次は何かな。なんとサワラがダブルできました。サワラ漁してるとサワラがダブルとかスリーブじゃないけど3とかたくさん来ないと全然たまりません。1匹ずつじゃちょっとしかならない。で3匹目っていうか3匹固まっていましたね。でこのようにたくさん取れた時は
もう3匹こう並べて、という感じに締めていきます。でこちらのお魚はサヌキデンプグ、名古屋フグですね。よくね船の周り泳いでおります。魚が取れなくて険しくなる表情の2人です。で貨物船とかがよく通るので、途中で切られた紐はこのように修復していきます。多い時だと5つぐらい切られるかな。で網の色が青から緑から青に変わりました。残りも3分の1ですね。でここで何やらやってきました。大きなサワラ、今日一番の大サワラがやってきました。だいたい6キロぐらいです。外してみるとこんな感じ。ここで豆知識。実は江戸時代ではサワラの呼び方はなくて、中国でその見た目と獰猛さから馬口魚と呼ばれてました。さあ次は何やら手を伸ばしております。サワラですね。こう上がってくる時にバツンって切れるんですよ、網がね。ほら、ほんだら全くかかってない状態で上がってきます。ああいう時は手を伸ばして尻尾を持って取ってあげます。で網も残り少なくなってきましたと思ったところで、何も来ずに終了です。最後のフロートと灯台を上げて、灯台をかけて、で網も回収して、魚も冷蔵庫に入れて、最後に船の清掃をすれば今宵の網くりは終了です。残念、少なかった。濡れた。いや少なかったですね。また少なかったね。だいたい7、8匹。はあ、そうやな。雨できてもう最悪だ。ね、雨は降るし、いないし。帰ります。はい。はい、というわけで帰ってきました。いや少なかったですね。少ないね。取れたものがこちら。サワラが8本にスズキが3匹。いや昨日はタイとスズキが40ぐらいいたんですけどね。じゃあ松岡さん、どれでも好きなもの持っていってください。いえ、少ないんでちょっとあれなんですけどいいんですか？小さいので今年はお願いします。全然構いません。ありがとうございます。じゃあこれ、はい、すいません、いただきます。どうぞおかずにどうぞ。ありがとうございました。す。じゃあご退場ください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でおす。疲れ様です。いつもだったら今から仕分けして、瀬戸内水産加工センターさんに持っていくんですけど、今日ちょっと少なすぎるんで地元の市場に行きます。じゃあ明日朝5時ということで帰ります。マダラに慰めてもらおう。マダラちゃん、魚取れなかったよ。マダラちゃん、魚取れなかったよ。慰めてもらおう。マダラちゃん、ここ、慰めてちょうだい。ただいま。はい、というわけで帰ってきました。いやー、めっちゃ少なかったですね。7匹ですよ、7匹。疲れた。とりあえず風呂入ってすっきりします。さっぱりしました。でちょっと晩酌を軽くして寝ようかと思うんで、昨日の白子、これを白子ポン酢に、でこれが森の残りですね。はい、じゃあ完成。それじゃいただきます。今日はオリオンビール。うまい。でこちら出来たての白子ポン酢ですね。うまそう。とろとろや。冷たいもうまいけど、ぬくいも好きですね。うまい。で森、当然うまい。チューブニンニクもね、相性いいです。で今年はですね、本当にサワラが少なくて、もしかしたら森、いつもこちらの商品森なんですけれども、森のたたき用のたたきなんですけれども、もしかしたらね、すごい数量限定になるかもしれないし、もしかしたら値上げするかもしれないし、もしかしたらできないかもしれないし、そういうことなので、ご理解いただけたらなと思います。で結構高いって言われるんですけど、それね前も言ったんですけど、やっぱあんだけ加工してあれしてたらね、
そんな高くないです。そんな利益取ってないです。一つの箱にね、卵と白子が1個ずつおまけでついてきて、850g だったかなぐらい入ってるんで、5人で分けても全然大丈夫ぐらい入ってます。逆にそれであの値段だから僕は全然安いと思うんですけどね。頼んで届いたものを見ると、本当思ったより大きいんですよ。カツオのたたきとかは結構冷凍で売ってますけど、あれも美味しいですけど、量が全然こっちの方が多いと僕は自負しております。ただサーラが取れなかった今年はまだわかんないけど、だってこの動画が公開される時には、この瞬間この僕のこのバカラですね、1週間後10日後ぐらい、それぐらいになってるんで、その間に取れたらいいですね。その間に取れたらどんどん持っていこうかなと思っております。とりあえず今日はもう1本だけでゆっくり寝たいと思います。おやすみなさい。まだですこっち切るだけ、こっち。はい、おはようございます。というわけで、港の船にやってきました。じゃあ早速一番の準備をしていきましょう。じゃあまず箱開けてサーラを出していきます。でこれ一番持っていくんですが、1匹はちょっと使い物にします。松岡さんに1匹あげたんで6匹、それから鈴木を持っていきます。はい、じゃあ車持っていきます。はい、というわけで仕事終わり1時半でございます。今日はですね、
こんな感じでタイは大量だったんですけど、肝心のサーラが2本しか取れずですね、水産加工センターの方に持っていく動画は撮れなかったんですけれども、こちらサーラを準備したんで、こいつをさばいていく動画を撮りたいと思います。やっぱ僕の動画はサーラ漁の後はサバのさばきが通例ですからね、さばいていきたいと思います。レッツゴー。ではまず軽く観察していきましょう。サーラはですね、本当にさばくのがすごい楽で、鱗がね、ないんですよ。まあちょっとあるんかなって思うんですけど、別にこれ取らなくても全く問題ございません。それからサーラの特徴、なんといってもこの口ですよね。もうすんごい奇抜獰猛な見た目で、まあ動画で言った通り馬口魚と呼ばれてたんですけど、こいつ小さい時から自分と同じぐらいの体の餌を捕食して生きていくみたいです。いかちいね。それからサーラはオスとメスの見分け方が非常にもう難しくてほぼないと言っても過言ではないんですが、お腹をですね左からケツに押していけばこう白子が出ればオスで、今黄色いものが出てるんで多分こいつはメスです。これで見分けがつきます。はい、じゃあさばいていきましょう。まず鱗はないと言っても体表のぬめりを軽く取ります。ぬめりとか汚れとかこんな感じで汚れはつきます。汚れなのかな。では次もこのまま縦に頭を落としていきます。めっちゃやりこいです。こんな感じ、超簡単で、ヒレ取って返して反対のヒレも取る。でお腹の方もちょこっと切って、でお腹軽く線を入れるつもりぐらいで切れ込みを入れたらもう全部切れちゃったね。本当は指でこうビーってしたかったんですけど、ほんでここちょっと切っちゃって、で卵を取り出していくと。でサーラにはね浮き袋がないんですよ。浮き袋っていうのはまあ浮力を調節するためのもんなんですけど、サーラにはそれがない。はい、じゃあうまそうな卵が入ってました。きめも細かくてうまそうです。これがね成長してきたら炊けるっていうんですけど、つぶつぶした食感が粗くてちょっと気持ち悪いです。でサーラのお腹はもうこうやって包丁で簡単にねこの腎臓が取れます。血合い、この時に力入れすぎたらちょっと腹が裂けるんで、そこだけ注意必要です。あとスプーンとか使っても取りやすい。もう3日熟成とかだったらこれぐらい切れかったらもう十分ですね。 OK。 のうまそうな心臓だ。醤油つけていただきます。コリコリで、近年めちゃくちゃアニサキスが多いらしいんでちょっと探してみましょう。やっぱねクジラを取らなくなってめっちゃアニサキスが増えたらしいです。アニサキスの最終宿主はクジラなんですけど、普通もう肉眼では見えないぐらいこんなちっちゃいのがめっちゃでかくなるんですよ。それで繁殖してるらしいですね。まあ家庭用冷凍庫で3日冷凍するか、それか加熱すれば大丈夫です。いるかな。でアニサキスでお腹痛めるのってあれ噛まれて痛いんじゃなくて、噛まれてアレルギー症状が起こって痛くなるんですよね。僕はアニサキスもう 3,4 回というかもう数えきれないほどあるんで、多分ねアレルギー持ってるんですよ。だからあんま触るのも良くないんですよね、アレルギー持ってる人は。もうぜひともねアニサキスに当たった時はねせいろがん砕いてお湯で溶かしてせいろがん汁を試してもらいたいです。で痛い方の患部を下に向けて、寝ると多少マシになります。これマジです。ちょっと見てください。もう今年カメムシ異常でね、こいつね多すぎる。船で操船しててももう臭いんだよ。でサーラは胃袋も美味しいんで胃袋も割っていきます。おそらく十中八九カタクチイワシでしょうな。ほらドロドロに溶けたイワシが出てきた。アニサキスおった。これおったうわー、やっぱいるんだ。これアニサキスにしたらでかくね。晩飯食ってで夜中の12時ぐらいに痛くなったらもう後方アニサキスです。やっぱアレルギーだからもう痛みの度合いとかも人によって違うんですけど、僕は結構強い方ですね。痛いじゃ収まらない。で胃はすごいて、もうこいつは加熱して食うんで、すごいたら薄っ。いつかねめちゃくちゃでっかい魚の胃袋でソーセージ作りたい。中に魚肉詰めて。はい、じゃあサーラさばいていきます。もう特に説明もせず腹からスーッと入れていって、でちょっと持ち上げてもう中までいっちゃいます。ギューッとで返して、で背中側シャーッとスーッと入れて、もう迷わないスーッとで腹骨のとこだけちょっとやって通してシャッと、で反対もシャッと OK。はい、こんな感じ。うまい。上達の冬ね。冬じゃねえ、春だ。サーラはですね、春の季語にも使用されているぐらい春に馴染み深い。漢字も魚辺に春。こんな感じ。
それはね、真冬とか秋に比べたら脂のりは若干少ないんですけど、僕はねこのさっぱりとした春のサーラっていうのがね大好きなんですよ。で、反対はもうこのまま入れていっちゃおう。ちょっと包丁を斜め上にするようなイメージで、こっち側を下にして先っぽをこう上にするようなイメージ。ほんで包丁がこう透けてるようなイメージ。ちょっと待って、ここにねこの段があって、こっちの方が低いんですよ。だからちょっと持ち上げます。このちょっと見えるようなイメージでやっていく。 OK、 ちょっと深く入りすぎた。ならば返して、で同じような感じですね。包丁入れて、よいしょ。なんとかいけたぜ。ちょっとこれはミスったな。よいしょ。で反対側、あばら骨のとこをキュッキュッキュッと OK、こんな感じ。はい、じゃあ3枚におろせました。ちょっと長いので、お尻の部分ですね。魚って大体お尻から下にはこの血合い骨がなくてですね、ここでもう切っちゃってあげましょう。こうした方がもう扱いやすいです。よし。で、次に腹骨を削いていくと、逆さ包丁を入れちゃって、で、キャーッと、こうすくうように、スクイーズ。春のサーラはね、ちょっとあれが薄いから難しいんだよね。よいしょ。ここはなんだ、ここはもうカマか、切り落としちゃえ。で、ここの膜の部分とかはもう炙れば大トロで食えるんで、あえてそのままでいきます。ちょっとね、食感が気になる人は剥いじゃってもいい。ただ剥ぐもったいないから剥がん方がいいかもしれんね。で、ここに血合い骨ピーって取ってるんで、血合い骨の下ピーって包丁入れて、次上ピーって入れて、で、ピロピロピロはできなかった。閉まらないね。これも煮付けにできるんで置いときましょう。はい、じゃあ綺麗に切り分けました。こいつでいろいろ作っていきます。じゃあまずしめ鯖は塩を振って1時間ほど冷蔵庫で脱水します。そして1時間仮眠します。はい、ただいまということで帰ってきました。いや、実はあれから1時間仮眠した後ですね、市場に行って、それから買い物、新聞記者さんの取材を受けてて、今10時です。正直言って前日も寝不足だったんでかなり眠みですが、作っていきたいと思います。ちょっとまずは限界なんでアルコール、ガソリン入れないと。うまいけど眠い。次に冷蔵庫で結局5時間風乾と塩しちゃったサーラですね。軽く洗います。軽く洗ったら水気を切って、で入れ物にもう吸うだけで締めていきます。じゃあ10分ぐらいつけたら取り出して久々あれいこう。ちなみにこれ南蛮漬けとかにも使えます。バット覚えてる人いるかな。ダメだ、酢はめちゃくちゃすぐ錆びるからやめとこう。バットだけでした。別の包丁使います。じゃあ皮に切れ込み入れて切っていく。切れ込み切る。こうすると皮が柔らかく食べます。ちょっと塩の締めが弱かったね。よいしょ。で、器に盛ったらしめ鯖。で、次寿司飯にしそとごま加えて混ぜる。それを型に入れてしめ鯖を並べて押して、で出して切り分けて、じゃあ次は身を叩き潰して、でここに味噌多いかで、生姜の代わりにみょうがの刻んだものを入れて、それから刻みしそも。ちなみになめろうは船上でも簡単に作れるということで、もともと漁師飯が発祥ですね。はい、で粘りが出たら大体 OK。 器にのせればサワラのなめろうの完成です。じゃあ次、マコは切り分けて煮付け。白子は沸騰するぐらい前まで火を沸かして入れておく。はい、完成。サワラのマコ煮付けにサワラの白子ポン酢、それからサワラの味噌漬けにサワラの棒寿司完成。側面こんな感じ。水に白子とサワラの実を入れて沸かして、味噌を溶き入れ、ネギを加えたら、はい、サワラの味噌汁の完成です。まだ行くぜサワラなんだまだ行くぜって達成。サワラの切り身に塩振って黒胡椒、
これ黒胡椒じゃねえじゃん。何胡椒だこれ。で薄力粉まぶして、で皮目をバリッと焼き上げて、皮目が焼けたら返して、で弱火で火入れしていきます。で火が通ってきたらバターがないのでニンニクとみりん、醤油、これを軽く煮詰めて、ほんでフランス料理っぽいことして、はい、和洋風サワラのソテーの完成。あともうちょっと。連日のサワラ漁からほとんど寝ずに何やってんだろう楽しくなってくるね。はい、それから刺し盛り。もう正直眠気が限界だけど、ここまで来たらとことんやってやるぜ。で、もともと天ぷらだけにしようと思ったんだけど、もうフライもいっちゃいます。とりあえず粉系まぶして、んで粉に入れて、液か、天ぷら液でさっと通してパッと揚げたら、はい、極厚天ぷら完成。次、粉から卵から殻の油、温かい。ではカラッと揚がったらタルタルとでソースをかけてタイムを添えて、はい、サワラカツの完成。はい、じゃあ最後にサワラの森を小取りで、サワラの森に浜湯ポン酢をかけて仕上げですね。はい、というわけで完成しました浜湯特製サワラで作るいろいろです。いやー、それにしても苦労しましたが、本当に多種多様の美味しそうないろんな料理ができました。はい、でこれらのお料理ですが、こちら浜湯のサワラの森たたきセットを買っていただければ作ることは可能でございます。これが言いたかった。このために頑張りました。実際これ一つでこれだけの量はできないので、それだけ誤解しないようにしていただけたらなと思います。すいません、ちょっと疲れすぎたんでエンディングいきます。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございます。いかがだったでしょうか。僕の YouTube6 回目のサワラ漁ということで、残念ながら今回は持っていくシーンは撮れなかったんですけど、この後撮れた時にまた木村さんへ持って行って加工していただこうかなと思います。で、動画にする時にどれだけの商品ができてるかとか、どれだけの単価になってるかとかは、もう今この瞬間から10日後なので、ちょっと予想はつかないので、ここでは断言できないんですけれども、コメント欄とかで書きたいと思います。で、発売して4年の浜湯のサワラのセットなんですけど、動画下の画像がついているところからか概要欄の方からリンクで飛んでいただいて購入いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。いやマジでね、美味しいから自信持って言えます。疲れたな。感無量だ。というわけでこちらの世界、4月24日ぐらいかな、それから、皆さんの動画が投稿される5月2日ぐらいまでか、それ以降も続いてサワラ漁頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。See you next time. バイバイ。